皆さんどうも、高志です。今回はですね、徳島県の県庁所在地で人口24万7千人ほどの徳島市の中心市街地にありますアーケード商店街、そして歓楽街の様子、動画にアップしてまいります。まず映像の方映っておりますのがこの町の中心駅 JR 徳島駅前の様子です。ちょっと映像、序盤の方は普段使っているのと違うカメラで撮っているので画質が荒くなってしまっておりますがご容赦ください。で、駅前にはですね、広々としたロータリー、そしてペディストリアンデッキが長くご覧のように伸びておりまして、駅の建物自体もホテルだったり複合商業施設が入っていて大きいんですが、向かい側にもですね、アミコという三越などが入った大型商業施設があることによって都会的な景観となっております。で、駅前のデッキを降りてね、南に進んでいきますと、今映っている国道439号線の道が伸びておりまして、歩道の上に屋根があってね、地元のお店が並んでいたりしますけれども、で、今映っておりますのが新町川に架かる新町橋を渡っていってるところですね。川の先ご覧のようにね、中層のビル群がいくつも見られまして、結構古めの建物も多いように見られますけれどもね、そのビル群の先にありますのが、ちょっと前にね、動画投稿しております眉山。ロープウェイで登った先に、山頂からね、徳島市街を見下ろせるスポットがあるという有名な観光地となっております。で、しばらく行っておりますと、ご覧のようにアーケード商店街の出入り口が出てきました。道路反対側にもね、ちょっとしたアーケード街あるんですが、そちらは映像後半でお届けします。現在、映しておりますのが徳島市中心市街地の中でメインとなりますアーケード街、東新町商店街となります。こちら、徳島藩祖八須賀家政が1585年に入国した時に商人を集めたのが始まりとなっておりまして、1630年頃には徳島一の商店街として栄えていました。1934年にはですね、マルシン百貨店というデパートが、さっきアーケード出入り口のところ銀行があったかと思うんですが、そちらにオープンをしまして、さらに商店街発展をしていきました。このアーケード街の全盛期は1970年代頃になるそうで、休日においては歩行者の数が4万人にも達するほどだったそうなんですね。で、ちなみにこの映像は2024年1月のものとなりましてね、歩行者、自転車の方が時々見られる程度の落ち着いたアーケード街となっております。シャッターの閉まってしまっているお店もある程度見られますね。で、そのイルミネーションのところでね、分岐がありまして、明るい方にやってきました。こちらが籠屋町商店街というまた別のアーケード街になるようで、さっきの暗い方がね、そのまま東新町の商店街っぽいんですが、そのマルシン百貨店ですよね。当初は大丸や西武と提携していたそうで、この東新町商店街のね、各店舗として人気を集めていたそうなんですが、1983年に駅前、今のアミコのところにそごうができたんですね。それによって、この東新町商店街の衰退が始まってしまいまして、で、マルシン百貨店は95年に閉店をしたそうです。で、その跡地がイベント広場になった後に、今のね、阿波銀行の本店が移転をしてきたというふうになるらしいです。百貨店の他にもですね、過去には大英ですとか、東映、東宝などの映画館があったようです。ただこうした施設も郊外ロードサイド店舗ですとか、明石海峡大橋開通によって関西が近くなったことが影響してね、閉店をしてしまったというふうになるようですね。で、現在ではですね、アーケードのまた出入り口のところにあったんですが、UFO テーブルというアニメ制作会社がプロデュースするアニメ専門の映画館ですとか、あとはグッズ販売もね、やっていたりするようなんですが、そういう施設があって、アニメでこの徳島をね、盛り上げていこうという動きが現在活発であります。で、籠屋町商店街を抜けてきた先、そのアーケードのね、
サイドの道も結構雰囲気変わっていってたんですが、ご覧のように夜の歓楽街が広がっている地域になってきます。こちらをですね、夜に強いカメラをまた別で用意しまして、日曜のだいたい夜8時、9時ぐらいなんですが、歩いた様子をね、詳細にお届けしたいと思います。この撮影日はですね、この歓楽街の中にね、ど真ん中にある宿を取っておりましたから、このようにね、夜にゆったり歩くことができたわけです。高城町1丁目というふうに書いてありましたね。徳島市歓楽街の中では西側に位置する地域でしたがね、夜の風俗系のお店が早速見られましたよね。そこからちょっとずつね、東に移っていってるところです。高城町の東側がね、多分栄町のエリアになってくるかと思います。今もね、案内所にそういう風に書いてありましたね。で、案内所からまた細い道に入っていきますと、風俗系のお店が大きくドーンと看板を構えて、その向かい側で、スナックとかがね、入っている小さめの雑居ビルがね、並んでいるという、そういう景観となっておりますよね。で、結構ね、この徳島市の歓楽街の住所なんですが、細長くね、範囲が指定されておりまして、この通り沿いが、例えば栄町で、この通り沿い、さっき歩いたところ沿いが、高城町みたいな感じで、考えて良さげな風になっているようですね。今もね、ちょっと奥の通りに入ってきましたら、かなり大きな看板で、風俗のお店が、これ2軒ぐらい並んでいるんですかね。ものすごいギラギラとしていますよね。徳島の歓楽街がいかに大規模というかね、栄えているのかというのが、やはり夜に歩くとよくわかります。ただ日曜の割にですね、歩いていらっしゃる方というのはそんなに多く見かけなかった気がしますけれども。で、この徳島市の歓楽街というのは、秋田町、紺屋町、栄町、高城町などというふうに地名がついておりまして、そういうエリアに分かれております。こうした地域はですね、江戸時代から続きます城下町の一部となっておりまして、明治に入りますとね、遊郭が秋田町に設置をされたというふうになっております。で、紺屋町というですね、これから映像の方で映ってまいります大きめの通りのところとなると、阿波踊りが徳島有名でありますけれども、はい、今映っている通りのところですね。毎年8月になると多くの人々が集まって踊るような、大変賑わいの増す場所となっております。で、これからですね、秋田町と呼ばれるエリアを歩いていくことになります。こんな風にね、また大きめの道路がクロスしていますが、はい、今からこの交差点南に進んでいって、この辺りが住所的に秋田町と呼ばれる地域になるそうです。20万人台の都市と考えますと結構高めの中層ビルが高密度に並んでいて、飲み屋さんがですね、このようにたくさん入り込んでいたり、無料案内所の看板も見られるなどをしておりまして、こちらメイン通りとなるということで、結構歩いていらっしゃる方も先ほどのね、裏の通りと違って多く見かけますよね。さっきの道を裏の通りというのはね、ちょっと表現的にあれな気がしますけれども、徳島の中でも屈指の繁華街ですからね。でもこんな風にね、ビルが続く景観というのは徳島市の中ではそう多くないので、もうほんと街の中心だなという感じが景観から強くいたしますけれども、それだけこの歓楽街が長く続いてきたということですよね。昭和、平成にかけてもですね、徳島の夜の繁華街としてずっと栄えてきました。こんな風に飲食店とか居酒屋多数並んでいて、スナック、キャバクラも多くありますし、ちょっと通りの裏の方に外れますと、大人向けのホテルなんかもね、いくつも並んでいて、多くの人が訪れるような場所でした。しかし近年においてはですね、こんな風に思いっきり信号無視をしている歩行者の方々がいることからわかるように、交通量もね、あまり多いものではなくて、駅前ですとか郊外にね、やはりお店が増えて発展してきたこと、あと人口が減少気味であること、ここ数年で言いますと感染症の問題が歓楽街を
直撃したこともあってね、かつての賑わいというのはなくなってしまっております。また裏の通りに入ってきましたが、大人向けのね、風俗系のお店というのがかなり暗いところにポツンと立っていたりして、ちょっと歩くのに勇気がいりそうな通りというのもね、いくつもあったりしたんですよね。暗い感じのところがね。で、この徳島の歓楽街のエリアね、なかなかディープな風俗系のエリアというのがあるようでして、今まで歩いてきたところのもうちょっと南側になるんですかね。この撮影した時期にはね、そのことをすっかり忘れておりまして、今編集、ナレーションしているタイミングでね、そういえばそんな情報あったなと思い返してね、この時言っておけばなと後悔していたんですが、またリベンジできたらなというふうに思っております。で、映像の方はこの歓楽街にあった宿に泊まって、徳島駅から地元高知に帰ろうかという日にこれ映像になっております。歓楽街の裏の通りを抜けて今夜町に出てきてビル群をぐるーっと取っているところですね。そこから裏の道に入っていってるんですが、またアーケード商店街をね、最後に見ていきたいと思います。先ほど、東新町商店街の映像取り上げた時にですね、分岐があったかと思うんですね。その分岐を籠屋町商店街の方に先ほどは入っていったわけですが、また東新町商店街のね、薄暗かった側ですね、そちらを歩いていってるところになります。ご覧のようにやはりシャッターが閉まっているお店というのが大変多くて、ほとんどが閉業状態なんでしょうね。かろうじてですね、アーケード街の出入り口のところで化粧品店がやっていたりとか、いくつか営業中のお店は見かけたんですが、この撮影時思いっきり晴れだったのでね、なんかここだけは暗い雰囲気が漂っておりまして、徳島市中心市街地のね、商業の厳しさというのを本当体感したというところでしたね。で、東新町商店街をそのまま抜けた後に、この国道439号、今映っているのがビザのところですね。この道を反対側に越えていって、西新町商店街の方もこれから見ていくという風にします。私ね、過去に徳島市中心部を取り上げた動画投稿しておりますけれども、その時はですね、アーケード商店街本当にちょろっとしか通っていなかったので、一回ね、しっかり全体を撮っておきたいなと考えておりましたので、この時大変いい機会となりました。この西新町商店街、距離としてはね、ご覧のように短い風になっているんですが、地元のお店がね、いくつか営業しているのが確認できました。で、出入り口反対側に出てきたところですね。そこからちょっと行きますとね、ご覧のように結構ビル群が建っているところがありまして、オフィスビルがね、いくつか確認できるところあるんですが、ちょっと外れると2、3階建てぐらいの建物も多くて、やはり県庁所在地としては、落ち着きの強い街ですよね。今は阿波銀行の本店が立派に立っておりましたが、で、そこからまた新町川をですね、徳島駅側に越えていきまして、JR 徳島駅の方戻っていって、高知に帰ろうとしている様子ですけれども、ここで国道318号にかかる歩道橋の上に上がってきました。JR 徳島駅前のデッキのところからちょっと西側に移動しただけになるんですが、結構ビル群の密度が下がりましてね、駅の東側の方にオフィスビルが多く建っていたりしますから、こちら側は、駅中心部に近いながらね、割と落ち着いた都市景観となっております。で、今、徳島駅のすぐ西側にいるところなんですが、ご覧のようにポッポ街商店街というのが細い道で伸びておりまして、この反対側がですね、JR 徳島駅前ロータリーとなっているわけです。この商店街全長160メートル、幅わずか4メートルほどで50ほどのお店が並んでおります。結構地元の飲食店が多くてローカルな雰囲気になるんですが、アニメ関連のお店もこちら結構あるようでして、徳島の秋葉原的な存在もどうやらになっているらしいんですよね。かつてはアニメイトですとかメイド喫茶もこの中に入っていたようであります。現在におきましても徳島駅に近いところではですね、ビッグエコーのカラオケ店ですとか松屋の牛丼店、
セブンイレブンのコンビニなんかが見えておりまして、ロータリー周りはやはりね、全体的に都会っぽい雰囲気というのが漂っておりますけれども、このようにね、本当ロータリーから駅前を見るとかなり都会的にこの徳島見えるんですよね。ということで今回は徳島市中心市街地、特にアーケード商店街と歓楽街の様子をお届けしました。で、この時は JR 徳島駅から徳島線などを経由して特急剣山という列車に乗って、こちら阿波池田駅というね、徳島県の西側の駅まで向かうんですが、そこからまた高知行きの特急に乗り換えて地元に帰ったという風になりました。徳島市周辺の動画結構投稿してきましたけれども、まだまだですね、例えば歓楽街だったり、周辺自治体のね、ベッドタウン的なエリアですとか、まだまだ撮影できていないところたくさんありますから、これからも徳島県いろんなところ撮影できたらなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。